皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、真田広之さん主演、プロデュースの戦国時代ドラマ劇の将軍がアメリカで制作され、エミー賞18冠という快挙を成し遂げました。今回はそのお祝いの解説をしていこうと思います。日本においても時代劇というのはテレビなどにおいては視聴率が取れないことから、今では常時時代劇が作られるという状況ではなくなりました。そのため NHK の大河ドラマしか時代劇が放送されていないといったことも今では日常になりつつあります。しかし時代劇の良さといったものをうまく作品へと昇華することによりアメリカで大ヒットを遂げたドラマがあります。それが将軍です。まずは真田広之さんがどのような賞を受賞したかなどの報道を見つつ、その後で私の感想、解説などを行っていこうと思います。将軍、エミー賞で作品賞、主演男優賞に真田広之さん。アメリカテレビ界の最優秀作を選ぶ第76回エミー賞の授賞式が15日、ロサンゼルスで開かれた。真田広之さんプロデュース主演のテレビドラマ、将軍が作品賞を受賞したほか、真田さんが主演男優賞、アンナ沢井さんが主演女優賞を受賞した。主要部門で日本人俳優が受賞するのは初めて、技術系と合わせ18部門の受賞となり、アメリカメディアによると単年では史上最多となった。真田さんは主演男優賞の受賞後、ステージに上がり、チームのすべての人々に感謝したい。これは東洋と西洋が出会った夢のプロジェクトだった。将軍は人々が力を合わせれば奇跡を起こせるということを教えてくれたと英語で挨拶。作品賞受賞後には日本語でこれまで時代劇を継承して支えてきてくださった諸先生方に心よりお礼を申し上げます。あなた方から受け継いだ情熱と夢は海を渡り国境を越えましたと話した。将軍は真田さんが演じる徳川家康をモデルにした武将の吉井虎長やその家臣となったイギリス人航海士安仁らが繰り広げる戦国ドラマ、関ヶ原の戦い前の戦国時代が舞台となっている。ジェームズ・クラベルさんの1975年の小説が原作で、1980年にアメリカでテレビドラマ化され、81年のエミー賞の作品賞を受賞していた。真田さんは授賞式前のアメリカメディアの取材に作品の成功について問われ、これは私にとって多くの意味がある。この作品を作るために多くの時間を費やしてきた。東洋と西洋のチームが合わさり、素晴らしいコラボレーションができたと言及。シーズン2の日本での撮影についても、もちろん可能性を探っている。全てではなく、おそらく一部になるだろうと話していた。今回のドラマは日本の資本で制作されたわけではありません。ディズニープラスで公開されていることからもアメリカ・ハリウッドの技術力をもってして今回の作品が作られたという背景があります。しかしアメリカで作られる日本のドラマというものはそのほとんどで今までは問題を抱えていました。例えば何か原作の小説があるものなのでも実際に映像化した際にはその俳優として日本人ではなく中国人の俳優やもしくはアジア系の誰かといった形で日本人以外が担当することも多くありました。また日本の描写についても制作スタッフの中に日本文化について知っている人が非常に少ないことから非常にトンチンカンな描写が行われるといったこともさして珍しいものではありませんでした。そしてこうした動きがずっと続いてきた中において原作ではそもそもアジア人なのにその配役それ自体を白人に切り替えてしまうといったところからこれをホワイトウォッシュというような呼び方で非難する動きも少しずつ高まっていきました。アメリカにおける現在の映画やドラマ、ゲームなどの制作においては、ポリティカリーコレクトネス、略してポリコレやダイバーシティ、さらには LGBT に対する配慮など、様々な環境変化があります。原作でアジア人であるならば、原作通りにアジア人を配置すべきだし、日本人の設定であるならば、日本人を担当させるべきだといった考え方が徐々に進んできました。真田広之氏はそういった意味で、まだまだ日本文化や日本人の配役がきっちりとされないおかしな状況の中で、その問題に対して声を上げ、少しでも改善を成し遂げようと活動を続けてきました。そして彼がプロデューサー兼俳優という形で作品作りそのものにも意見が言える立場を獲得することにより、今回の作品にはこれまでとは全く異なる手法が取り入れられました。それが日本人の制作スタッフによる下支えです。今回エミー賞18部門を獲得するにあたって日本人の制作人の人たちも同時に多くの人たちが賞をもらっています。
それはこれまでのような偽物ではなく本物志向の作品作りが行われたからです。もちろん多くの CG も投入されています。しかし実際に石垣を作ったり日本家屋を作ったりといったものづくりを通してそれにプラスアルファする形での CG の融合といったものが図られており、非常に作品一話一話にお金が投入されています。今回のシーズン1の将軍については全10話で1話あたりの制作費は10億円を超えるのではないかと言われています。全体でも100億円規模だと考えられていることから、日本で制作される時代劇ドラマとはまさに桁違いのお金のかけ方です。しかしそれだけに非常に絵に力のあるものとなっています。今回真田氏がプロデューサーをすることによってアメリカにおける現在の創作で問題視されているポリコレの暴走に対する一つの答えを示しました。ポリコレというのは決して悪いものでは本来ではなかったはずのものです。しかし現在ポリコレイコールおかしなものというような認識をされがちなことになっています。白人ばかりだから問題だといったところから少しずつ多様性を取り入れようという話になった。そこまでは良かったのですが、例えば配役において白人、黒人、アジア系、ヒスパニック全てが揃ってなければ人権意識がおかしいかのように非難されたり、もしくはそれらの配役の中に同性愛者が含まれていないのはこれは何か差別心の表れではないかといった形で批判されることが、それに応えるような形で物語の本質にはかなり関係のないところでいきなり同性愛者による濃厚な接触シーンなどが投入されたりして、これは一体何だという話へとなったりもするものです。また見た目上の問題について言っても、従来のようなみんながみんな美男美女といったような配役ではおかしいじゃないかといったところから、やたらめったら奇抜な格好や明らかに外れ値のような体型の人を織り交ぜなければならないかのような批判なども起き、これに対する対応としてやはり変な感じなゲームや物語といったものが極めて目立つ形で問題視されています。真田氏はそうした意味でそうした極端な行き過ぎに対する対応として、あくまでも日本の戦国時代の物語であるといったところをきっちりと抑えることによって決して暴走しない形での良いポリコレといったものを体現したわけです。今回の制作はアメリカで行われ、そしてアメリカの顧客をまずは第一にしたものではありますが、しかしあくまでも時代劇であるといったところに本物さを求めることから日本語で7割といったような状況です。そのためほとんどのアメリカ人にしてみれば字幕を読まざるを得ません。しかし日本語の特に古語といったものをどんどんと取り入れるような時代劇の中において、英語で俳優がみんなベラベラと喋るよりは日本語で喋る方がまさにそれらしさといったものを表しているのです。このような字幕の文化といったものをアメリカ人が受け入れたのも時代の変化といったものが背景にあります。まずはサブカルチャーとして親しまれてきたアニメの影響もあります。昔々であれば違法配信といったものが幅を利かせていた時期もあるわけですが、現在では公式なアニメ配信も多くの人たちに利用されるようになりました。日本で配信が始まったと同時に字幕付きの形でアメリカなどでも新作のアニメなどが楽しまれています。また新型コロナ問題などもあって多くの人たちが家にいて動画配信サービスを楽しむ中においてもアメリカだけではない他の多言語で作られた映像作品などにも目を通すようになり、その中で字幕に対する拒否感といったものも薄れていきました。こうした様々な環境の変化と、そして将軍の持っているストーリーの巧みさといったものもあって、今回の賞受賞、そして見ている人たちの実感としての評価としても非常に高いものになっています。アメリカにおける評価としては、いわゆる評論家だけではなく見た人の実際の感想なども集まっているロッテントマトなどにおいても非常に高い評価がされており、決して賞だけではないといったことも重要です。ただ、この作品を今から見ようと思っている方の場合であれば一つ注意点があります。この物語はあくまでも実際の史実を元にしたいわゆる戦国時代ものではあるものの、あくまでも仮想の物語の中での時代劇です。序盤においてはちょっとおかしい描写といったものも入るわけですが、それが物語の異様さといったものをつかませるといったいわゆるつかみの部分としては機能しています。そんなことはちょっとないでしょと思いつつも、それがまた衝撃的な場面として映り、漂着してきたイギリス人航海士の目を通しての日本文化との未知との遭遇を表しています。また
対象年齢としては少し大人向けといったこともあり、誰かが死ぬシーンなどもあちこちに入ってきます。そしてその描写についても生優しいものではない場面もあります。さらに将軍というシリーズ、そして関ヶ原の合戦に向けた物語展開なわけですが、大軍勢による激戦といったものが描かれる場面はありません。この部分はネタバレなわけですが、物語の主人公吉井虎長は謀略戦に長けた武将として描かれており、それが最後まで見ることによって、なるほど、かなり紆余曲折もありつつも、最終的にこのような計りごとの盤上において人々が動いていたのだなというのが分かる形になっています。分からなかったら分からなかったで解説サイトを見ることをお勧めします。何にしても日本の描写がおかしかったハリウッド制作のドラマや映画などに違和感を持ちつつ、それをなんとか是正し、日本文化を伝える、そして日本文化をきっちりとエンタメ作品として多くの人たちに提供する、そうしたことを実現してみせた真田広之氏は、まさに自分の願った夢を自らの手で叶えたという意味で非常に素晴らしいものだと思います。ちなみにシーズン1において一応の決着は見ていますが、あくまでも関ヶ原の合戦には実際には至っていないところで話は終わっているので、シーズン2においてどこまで実際の歴史に影響を受けた物語へと作り直すのかは私も楽しみです。シーズン1を見終わった段階においてはもう吉井虎長圧勝じゃないかと思うかもしれませんが、現実の歴史と照らし合わせると苦難の出来事は確実に待っています。というわけで今回は真田広之氏のプロデュース兼主演の戦国ドラマ将軍がエミー賞18部門獲得というニュースについて解説しました。日本人が努力に努力を重ね、それが花開き多くの人たちに称賛される、そうした出来事があった時には、それをみんなで心からお祝いするというのが私は正当な反応だと思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。